はい、始まりました。今日は一応リクエストにお答えできてますか？ようやく、はい、10項に10項重ねた結果10項にたまたま生まれたんですがあれこいつ強いじゃんってね今日はフォールアウト最強だと思う、逃走者になります。賢きモスマンです。なるほど。はい。まずフォールアウト履修してないせいでこいつが何なのかが全くわからない。よくわかんない。多分敵じゃないですか雰囲気的にだいたい強い逃走者って敵の場合が多いんですよそんなことありません？わかんないダブロスとかよくわからないですけど多分敵なんじゃないですかこいつで、こいつ僕たちが対戦動画撮っててたまたま発見してあれこいつ強くねでこいつやられた方はフォールアウト逃走者のやられた方はカジュアルでは強いっていうのは知ってると思うんですけど一応能力説明しますか。スルタイ4マナ33飛行。スルタイ初めてですか？もしかして。あれ確かにほぼ紹介したことないような。初スルタイいや強い色味ですよ。強い色味ですがね。今までやってこなかった。スルタイ能力説明します。飛行33でこいつが場に出るか攻撃するたび各プレイヤーはそれぞれラットカウンター1個を得る。ラットカウンターとは何ぞやっていうところからねラットカウンターっていうのは戦闘前メインフェーズでカウンターが1個だったら1枚ミルして、土地でないものがめくれたら、1点ダメージを食らう、要はミルする装置ですよね。そうですね。でダメージを食らうっていうのがラットカウンターで、で土地でない1枚以上のカードがこれは切削されるたび、ラットカウンターじゃなくてもいいんですけど切削されたらクリーチャー最大 X 体対象としますと、でそれの上にそれぞれ11カウンターを置くと、で X はこれにより切削された土地でないカードの枚数に等しいなんで、例えば1枚切削されたら11カウンターを1個を対象として、これが2だったら2個を置けるわけではなくて、2体対象として11カウンターを1個ずつ置くことしかできないと。そうですね。そうですよね。っていう能力。パッと見わからないっていうね。わからないっていうめちゃくちゃ説明されないとわかんないですよね。挙動を動き出さないとわかんないっていう。そうなのよね。なんでこいつが一応フォールアウト最強だということを発見しました。おそらく最強はこいつです。だいぶおそらくです。おそらくですで今日組んできましたんで大体、それを紹介していきたいんですけど、まず今の能力を聞いて、まずカジュアルの場合はミルしてって殴って逃走者ダメージで勝つっていうのが筋なんですね。多分デザイン的にはそうなんだ。そうデザイン的にはそうです殴ったらミルできますし、でやってる途中であれこれ守れば勝てるじゃんと思って思いまして、そらね。この色なんで、ふんだんに打ち消しとか守る呪文を、守る呪文緑レゴラスぐらいだったら入るか。微妙だねでこいつを守れば、そのまま盤面を押し切れて勝てるじゃないですか、長期戦になればですけど、でさらに寿司を握っていける、ということでこれ落ちちゃったらどうするんだといやそれはね緑あるんでね、で緑あるんで回収できると、で最悪終盤になって落ちてってヨーグモスビルが1枚サーチできれば決めに行けるっていうことも一応可能では可能ですよね。そうですね。ヨーグモスビル落ちてたら墓地回収をサーチすればいいわけですから、なんで落としてってあえて決めに行くこともできるし、殴っても倒すこともできる、という結構強い逃走者なんじゃないかというお話です。ただ対戦相手のも同じことが大変です。相手が赤とかだとブリッジ決められますみたいなっていう問題はある。っていうリスクがこいつの弱点では唯一あるんですが、ただそのリスクを取って強い動きができますよっていうことになりますね。で一応もう一つ勝ち筋として、食物連鎖が一応勝ち筋としてあるんですけども、こう戦場に出るか攻撃するためなんで、食物連鎖のコンボが無限マナで決まると、
無限ラットカウンターなんですよ。なんで一応それでミルも全部なくなるし、ダメージもすげえ飛ぶ自分のターン回ってこなければ確かにね、確かに、なんかワンチャン耐えられる手段がエンジェルクエストがあると自分が死ぬっていう面白いなことになります。とか、あと有毒の蘇生されたらもしかして終わる？いや、ダメージでは死ぬから。ダメージで死ぬから大丈夫ですね。だから一応そういうこともあるということで、で、あと直感とか打って一応決まる可能性ありますよね、この感じだと。普通に持ち回収する何かで寿司のね、それは直感が落としやすいので、直感も一応フィニッシュの手段としてあるかもしれません。でこの構成なんで打ち消しはもう10コントロールなんで15枚ぐらい入るとして、でマナーのベースの話なんですけど、マナクリにベースを寄せた方がいいんじゃないかと。あえて、そうなんでかっていうとカウンターが乗るんですよ。だからマナクリが生かしておけるという形になるので、マナクリのベースの方が逆にマナファクトよりも優秀で殴っていけるんで、アウフとかも入れちゃって。アウフ入れちゃいますでも一応入れるかどうかはちょっと好みですかね、わかんないですけど、一応食物連鎖も好みになりますかね。食物連鎖のはねちょっと弱めだったの。そうですね、この僕たちの構成では入れない方がいいんじゃないかという結論に至りました。で一応勝ち時は寿司か殴って勝つか直感か、もう一個一応勝ち時を入れた方がいいんじゃないかということで、知能差の焦点というカードになるんですけども、これ結構有名なカードなんですが、一応能力説明しますと、1マナのエンチャントでして、各終了ステップの開始時にこのターンいずれかの対戦相手が2点以上ライフを失っている場合、こいつの上にカウンター1個置く。それのカウンターが3個にあると、カードがいずれかの領域からいずれかの対戦相手の墓地に置かれるたび、2点失うを選んでもいいと。で2点ライフを得る。でそれで要はミルすればライフをドレインできるという状態になりますよね。でそれとプラス精神クランクっていうコンボがあるんですけども、あんまりこの2つは使われてないコンボなんですけど、精神クランクの方は2マナのアーティファクトで、対戦相手が1人ライフを失うたび、その失った点数に等しい枚数のカードを自分の墓地に置く、ということでミルしたら失う、失ったらミルする、というのがずっとループするってことですよね。そうですね。でなんでこのコンボを入れようかと思ったかって言いますと、まず知能差の焦点の方がまずミルしてダメージ減る、めっちゃ減るじゃんっていうそうね、この同者の場合はそう。この同者はもうそれだけで十分で言える価値があって、精神クランクの方は精神クランクの方でミルできるんで、結局サイズ上がっていくっていうことですね。どんどんミルするんで、このもう2枚でコンボなんで、1枚ぐらい入れても全然悪影響というか、1枚ぐらいだったら入れてもいいってことですよね。そうですね。で一応そのミルを入れるかどうかっていう話になるんですが、このコンボは一応入れてもいいかなと思ったんですが、ミルのカードっていっぱいあるじゃないですか。いっぱいありますね。でもそれはこのデッキには必要ないんじゃないかっていう普通にいらないでしょ。そうなんですよね。逆にカジュアルだと入ってくると思うんですけど、上の卓だと逆に入れないことによって、殴って落ちてちょっとサイズ上がるぐらいだったら気にならないっていう。いや、いらないんだよな本当に。墓地に落ちた方が、ちょっとラッキーだって思うぐらいの感覚もありますしね。なんで殴り勝つこともあるんですが、そこまでそれを主軸にする必要はないっていうことなんですよね。で最終的に殴って勝つっていうパターンもあるっていうぐらいで、そのオプションとしてあるだけなんで。だからミルをするカード1枚使って得られるバリューがサイズがちょっと上がる速度が上がりますよだから。そうなんですよね。全然見合ってないんだよね。だからミルは全部抜いちゃってもいいんじゃないかっていう形になりますかね。でドローの手段なんですが、これドローしていくのが結構重要になってくると思うんですよ、今の構成だと。でドローしていく手段ってもうこの色味なんで、あらゆる手段いっぱいあります正直。この色味はドローはもう全く困らない色味ですね。困らないんですが、何が一番いいかって考えた時に、一番良かったのが、クリーチャーでドローをしていくようなカード
例えばボブであったり、うん、高橋選手であったり、うん、オークハイムの敵対者、うん、みたいなカードだったり、あとシグみたいな、うんこのドローしていく上にさらにカウンターを乗せられることができますんで、はい、ドローもできてカウンター乗せられるようなカードをドローのエンジンに入れたらどうかなというふうに個人的には思いました。はい、僕たちは。はい、はい。で、その中で何体かそいつらを紹介したいんですが、はい、まず、怪しげな密航者。はい、こいつからいきたいんですけども、うん、2マナの11の狼男、ブロックされません。はい。で、ダメージが通るとルーティンできる。はい。でルーティンみたいなね。で、ルーティンだと困るんですが、なんとこれが夜になりますと、はい、夜になるとドローになるっていうで。しかもブロックされないと。そうね。はい。ブロックされないルーティン装置が、ブロックされないドロー装置になるっていう。しかも2マナと。2マナっすよ、2マナ。こいつは強い。こいつ強いですね。ただ、結構夜になる可能性高いっすよね。うん、構えることが多くなってくると思いますんで、だから一応こいつはいいと思います。はい。で、他にもどんなカードが入っていいかって言いますと、結構最近のカードなんですが、ダニーピンク。はい。こいつは4マナの4-3で、共同を持ってます。うん、で、あなたがコントロールしている全てのクリーチャーは、各ターン内で初めてこのクリーチャーの上に1個以上のカウンターが置かれるたび1枚カードを引くを持つ。ってことは、カウンターが2個乗っかったら2枚ドローできるってことですよね。2個乗っかったらっていうのは2体の上に。2体の上に、はい。1個ずつ乗っかったら、そうね、はい、2枚ドローできるんで、そうですね、ラットカウンターで2枚めくれましたと、はい、いうことになると、自分のクリーチャーに2体置いたらドローできるんで、はい、2ドローみたいなまあものすごく都合よくいけばスーパーアドマシーン、はい、になる可能性こいつはありますよね。あります。はい。で、まあ、例えば他にもどうしても紹介したいカードがあるんですけども、はい、正気泥棒っていう思い出の正気泥棒どうしても紹介したいんですけど、いやーっていうね、3マナの2-2飛行でして、ダメージをこいつが与えるとその対戦相手のライバルを3枚めくって、はい、裏向きに1枚追放すると。でそれは自分は見ていいんですよね。もちろん。でそれを見てよくて捉えてもよくて何色で払ってもいいと、いうことで本当正気を失うカードをこんなの使えんのみたいなね思い出の思い出があるんですが、その方が見てくれてるか分かんないですけどでこの将棋泥棒が通すところは大体オラクルが入ってるところオラクルが入ってあるであろうところに殴りに行って通して、で3枚めくって1枚ですからね。これワンドローじゃないですからね。まあね、ダメージ通ったら、まあね、ダメージ通ったらワンドローっていうカード結構あると思うんですけど、3枚でめくって1枚ですから。そうね、これ強いですよ。パンプもできちゃいますよ。どうなのかな正直わかんねえんだよなまあそういったカードを入れていきます。はい。まあそれが結構探せば10体以上いますんで、そういうのを10体以上入れていただいて、まあなるべく2マナを多めに採用していただいて、入れていく形になると思いますんで。はい。で、あとは墓地体の話になってくるんですが、はい。このめくれてく都合上ね、はい、相手が墓地利用してきちゃうと、はい、それ困りますよね。それが一番まずい展開なんだけど、ただ入れられる墓地体って結構あんまりなくてですね、例えばダウスイとか、国空の歴戦とか置いちゃうとラットガンダー言わしなくなっちゃうっていうまず一番いい墓地対策のカードとしては忍耐、これをマナクリをベースにしてるっていうのはこの忍耐を入れたいっていう理由ももちろんあります。はい。で一応この紹介しておきたいんですが、次元の狭間、はい、1マナのエンチャントで他のカードがいずれかの領域からいずれかの墓地に置かれるたび、そのカードを追放する。これ何が違うのかっていうことなんですけど、何が違うんですかっていうことで、これ、実は中途半端な墓地体だなと思ってたカードなんだけど、これは代わりに要は置き換え効果ではなくて、はい、誘発効果なので、なるほど、一回墓地に行きますということですね。ピグは誘発すると。そうですね。はい、はい、なのでこのデッキにおいては、はい、ラットカウンターの誘発はするという。ラットカウンターの誘発はするんですが、ピグも誘発するんですが、とりあえず置かれてから消えるんで、消えるから、ラットカウンターがサイズは上がるっていう
ラットカウンター言わせりゃいいじゃんと、で追放されたらどうすんのかという問題ありますよね。例えば、自分の寿司が浮き飛んじゃって自分の用語もスイルが吹き飛んじゃうってこともありますよね。リスクとしてはありますが、はい、それを回避するために、ある2枚のカードを入れた方がいいと思ってるんですが、まずホーム間の掌握、これ人のデッキからパクるっていうカードなんですが、それを入れてなんとかしようっていう。でも最悪ブリーチ取ってきてもいいですよね、人のデッキから。ブリーチ取ってきても全然いいよ。いいですし、オラクル取ってきてもいいですし、であと記憶の裏切りっていうディミアの3マナのソーサリーで相手を墓地を使えるっていうヨグモスウィルがありますんで、そんなんでワンチャン保険として入れとけばいいんじゃないかなという形になりますかね。で一応ちょっと紹介できなかった面白カード1枚だけ紹介させていただきたいんですけども、超新しいフォールアウトの最強だと思ってるカードをなるほど。放射性効果物、黒2マナ X で、ターン終了時まで全てのクリーチャーはマイナス XX の2倍の修正を受けます。で各プレイヤーはそれぞれラットカウンターを X 超える、なんでこれ横揺れの地震ですこれは黒の横揺れの地震これディオさん好きなカードじゃないですか完全に。そうです。これラクドス系のデッキに入れちゃう多分めっちゃ買いました即これいいですよね。このデッキですとカウンターが出てるクレーチャーに乗っていくはずなんで、自分の方は毒ダクとかこれでマイナス XX で流しても自分だけ流れないみたいな場面結構あると思うんですよ。結構流しててラットカウンター乗せられるんで、かなり相性がいいカードになります。そんな感じで紹介していきまして終わりなんですが、どうですか、勝てそうですかだってフルタイの強いカードしか入ってないからねでも結構歴代でもスルタイの中でも最強クラスに強いまでいくぐらい強くないですかねって僕は感じてるんですけど言い過ぎですかどうかな。そう分かんない。相手は墓地が使えちゃうからそこのデメリットの部分は結構大きいと思う相手の墓地を使えちゃうから微妙なんですが、でもかなり強い構成になってますのでよかったらやってみてくださいということで、チャンネル登録よかったらお願いします。お願いします。このデッキに入るカードもよかったらコメントしてください。今回の動画は以上になります。おしまい。